まずはじめの輪を作ります。次に作り目の鎖編みを5目編みます。1段目は立ち上がりの鎖編み1目編みます。上半目だけを拾い、次の目に細編みを2回します。編めたらマーカーをつけておきます。次は同じ目に細編み2回目を編みます。次は3目に細編みを1回ずつ編みます。次の目には細編みを同時に3回編み入れましょう。反対側に折り返して同じ目に細編み3回目。次は先ほどと反対側の残った半目を拾いながら細編み4目を編みます。糸端を押さえて一緒に巻き込みながら細編み1目目。最後に引き抜き編みをして終わります。マーカーを外したら最初の細編みに引き抜き編み、1段目が完成しました。2段目は立ち上がりの鎖編み1目編み、その根元の目に細編みを2回編みます。最初の目にマーカーをつけたら同じ目に細編み2回目。次の目にも細編みの増し目をします。編めたら次は細編み3目です。そうしたらカーブにある3目にそれぞれ増し目をしていきます。次はまた細編みを3目編みます。最後の目には細編みの増し目をしましょう。マーカーを外したら最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。これで2段目の完成です。邪魔になってくるので初めの糸端をカットしておきます。3段目にも立ち上がりの鎖編みを1つ編み、根元に細編みを1回編みます。
最初の細編みにマーカーをつけておきます。次は細編みの増し目を編みます。これをもう1セット編みます。細編み1目を編んだら細編みの増し目、そうしたら細編み3目を編みます。次のカーブの6目には細編み1目、増し目を3セット編みます。編めたらまた細編みを3目編みましょう。残り2目には細編み1目と増し目をします。マーカーを外して最初の細編みに引き抜き編みをします。これで3段目が完成しました。4段目も立ち上がりの鎖編みを1つ編みましょう。根元に細編みを1回編みます。最初の細編みにマーカーをつけておきます。隣の目にもう一度細編みを編んだら次は細編みの増し目を編みます。次の3目にも細編み2目、増し目をしましょう。そうしたら細編みを3目編みます。次のカーブの9目には細編み2目、増し目を3セット編みます。また細編みを3目編みます。残り2目には細編み1目と増し目をします。編み終わったらマーカーを外しましょう。最初の細編みに引き抜き編みをします。4段目の完成です。5段目にも立ち上がりの鎖編みを1つ、根元に細編みを1回編みましょう。最初の細編みにはマーカーをつけておきます。そうしたらあと2目細編みを編みます。次は細編みの増し目を編みます。次の4目にも
細編み3目と増し目をします。そうしたら細編みを3目編みましょう。次のカーブの12目には細編み3目、増し目を3セット編みます。この後はまた細編みを3目編み、細編み3目、増し目を編んで5段目は終わりです。5段目が編めたところです。6段目は立ち上がりの鎖編みを1つ編み、その根元に細編みを1回編みましょう。最初の細編みにマーカーをつけておきます。この段からは増減なしで細編みを編んでいきます。全部で合計36回です。1段編み終えたら引き抜き編みをして、これを11段目まで繰り返していきましょう。11段目まで編み終えました。次は12段目、また立ち上がりの鎖編みを1つ編み、根元に細編みを1回編みます。最初の細編みにマーカーをつけておきます。あと2目細編みを編みます。次は細編みの2目一度を編みます。1つ目の頭から糸を引き出し、この状態で2つ目の頭からも糸を引き出します。針に3つループがかかったらすべて一度に引き抜きます。これで2目一度ができました。次の4目にも細編み3目と2目一度をします。そうしたら細編みを3目編みましょう。次のカーブの12目には細編み3目、2目一度を3セット編みます。
この後はまた細編みを3目編みます。次はまた細編み3目2目一度です。編み終わったらマーカーを外しましょう。最初の細編みに引き抜き編みをします。これで12段目の完成です。13段目は立ち上がりの鎖編みを1つ編み、また根元から細編みを1回編みます。そうしたら最初の細編みにマーカーをつけておきます。この段も増減なしで細編みを編んでいきます。全部で合計30回になると思います。1周ぐるっと編み終えたら引き抜き編みをして13段目は終わりになります。ここからは持ち手を編んでいきます。編み終えたところから一つ後ろの目に針を入れます。そこから編み終わりのループを引き出します。この状態で編み進めていきましょう。1段目は立ち上がりの鎖編みを1目編み、根元から細編みの2目一度を編みます。この目にマーカーをつけておきます。ここから細編みを4目編みましょう。もう1回細編みの2目一度をします。編めたら最初のマーカーの目に引き抜き編みをします。マーカーを外してから最初の目に引き抜き編み、これが1段目になります。2段目にも立ち上がりの鎖編みを1つ、根元に細編みを1回編みます。その後細編みを5回編んでいきます。編み終わったら最初の目に引き抜き編みをします。これが2段目になります。3段目も2段目と同様に編みましょう。6目編めたら最後に引き抜き編みをします。編めたら糸を切りましょう。糸処理ができる長さを残して切ります。糸端を引き出したら片側の持ち手の完成です。次は反対側の持ち手を編みます。編み終えたところから数えて8個目に針を入れます。カーブに沿って対称に4目ずつあるかを確認します。この合計8目に反対側の持ち手を編むので
糸をつけます。糸を引っ掛けて結び目用の鎖編みを1回。緩まないように引っ張ったらこれで準備ができました。1段目は立ち上がりの鎖編みを1目編み、根元から2目一度を編みます。この目にはマーカーをつけておきます。ここから細編みを4目編みましょう。もう1回細編みの2目一度をします。編めたら最初のマーカーの目に引き抜き編みをします。これで反対側の1段目が完成しました。2段目にも立ち上がりの鎖編みを1つ、根元に細編みを1回編みます。その後細編みを5回編んでいきます。2から13段目にはすべての目に細編みを編んでいきましょう。毎段細編み6目を繰り返します。13段目まで編み終わりました。糸端を 15cm ほど残してカットします。糸端を引っ張り出し、この後は持ち手を縫い合わせていきましょう。まず短い持ち手の編み終わりの糸を処理します。針に糸を通したら糸の隙間に隠していきます。根元近くの2から3本を拾って針を通します。カバンの開口部を目指して下向きに糸を通していきます。糸端が短かったため先に針を通してから糸を通しています。通し終えたら余分な糸端を切りましょう。糸端を内側に隠せたら終わりです。次は反対の長く切った糸端に針を通します。立ち上がりの目を目印に両方のハンドルを縫い合わせます。編み始めの目に針を通し糸を引っ張ります。次はその隣の目を上から下に縫い合わせます。V 字の頭2本の糸を両側から拾ってつなぎ合わせていきます。6目とも両側同士を縫い合わせることができたら、あとはざっくり強度が増すように縫い合わせていきます。糸が目立たないよう往復して針を通しています。
糸端が目立たないように開口部まで移動させます。最後に余分な糸端をカットします。これで完成です。お疲れ様でした。チャンネル登録と高評価お願いします。